まあもう本当に短いサーブはとりあえず入れるだけしか出せない人用のまあ例えばまあそのクラブチームとか例えば毎週例えば何曜日とかに行ってるところでずっと勝てないあの人にちょっと勝ちたいとか、まあこのサーブをっていうこと、サーブのところですね。入れることはできるとサーブ、短くは出せると狙った。そうですね、はい。なるほど。だけど必殺サーブとかドライブゴリゴリとかはない。なるほどね。まずその人のじゃあベンチコーチに入ったとします。あ、いいですね。の時にアドバイスするのはロングサーブを多用させるですね。ロングサーブ。はい。やっぱ短いサーブの回転かけるのってやっぱ難しいんで、まずはロングサーブのじゃあまあ明日から使えるんやったらロングサーブをやっぱたくさん使う。なんでかっていうとそのまあ一般的にまあ僕らもそうなんですけど、まあ、ある程度のトップ層に行ってもサーブの比率って大体短いサーブ7割8割で長いサーブが 1,2 割っていう展開にほぼなるんですよね。だから相手も大体短いサーブで待ってると思うんですよ。だから長いサーブをもっと多用する。しかもそれも頑張ってクロスとミドルとストレートを3種類最低限やっぱ出せるようにする。で長いサーブを多用するメリットとして結構いろいろあって、僕の中で長いサーブを多用することによって長いサーブが相手意識し始めたらもう長いサーブまた来るわと思ったら距離取るんですよ。わかりますね。そうですね。もう長いサーブが来るからもう長いサーブで待っとけみたいなの時に質がそんな高くなくてもいいけど短いサーブを出しとけば、今まで短いサーブ来るって思っててもう甘いから先にカーンって攻められたボールが、長いサーブ意識してる状態で短いサーブ出されたらワンテンポ遅れるんで、難しいレシーブしにくくなるんですよね。だから長いサーブをベースに考えてたまに短いサーブを出すようにすることによって相手がレシーブを強打しにくくなるっていうのがまず一つ、と2つ目として長いサーブを出すことによって3球目こっちが打つ待ち方が減るんですよ。っていうのは短いサーブを出した時って短くも返ってくるし長くも返ってくるっていう選択肢が多いんですよ。意外と多いですよね。特にまあ変化があんまり最初かけれなくてとりあえず短く出しますっていう人からしたらもうどこにでも打てるんですよ。ぶっちゃけた話。確かにそうですね。ここもここそこもそこもそこも。まあ大きく分けたら6パターン。そうですね。そこはそうです。そう6パターン。短いサーブがいいと言われますけどね。はい。短いサーブがいいって言われても帰ってくる場所が6パターンあるから。言うたら6分の1を待たなきゃいけないんですよね、サーブを出して。ああ、わかりやすいですね。でも長いサーブを出した瞬間に長いサーブをこうやってストップする人はいないと思うんですよ。そうですね、それはちょっともうレベルがめっちゃ高いし、あえてみたいな感じもめっちゃレベル高いです。そうなるけど長いサーブを出すことによって3分の1で済むんですよ、待ち方が。めっちゃ大事ですね。めっちゃ大事です。そんな変わってないように思えるけど、長いサーブ出したらもう長く待っとけばいいんですよ。っていうことですね。だからやっぱ長いサーブ出した方が次3球目打つ方も打ちやすいし、もちろん長いサーブの質が悪かったら長くレシーブ返ってくる質が上がるかもしれないです。ドンってスマッシュを打たれるかもしれないけど、でも長いサーブのところをまあこれをお話ししたとおり長いサーブをじゃあどうやって低くて質の高い出し方できるんですかっていうお話もプラスアルファでするんですけど、まずは長いサーブを対応することで3分の1で待てる。プラス短いサーブを出して長く来るときって短いネット際のところからここに来るまでの距離が短いから早く帰ってきたように感じるんですよ。サーブを出してこの距離からコンってくるから。でも長いサーブを出したらその距離からこの距離まで来るから距離が長いんですよ。だから準備する時間も多いんですよ。だから結構長いサーブを多用するだけで全然変わってきます。でも僕らレベルとかでも結局短いサーブをパンって出して前でチキッとでカーンってされた時にそのチキッとされたこの距離でストレートカーン打たれたらほんま0コマ何秒ぐらいスンってボールいっちゃうから追いつけないんですよ。でもそれを長いサーブバンって出した瞬間にレシーブドライブ打たれてもその距離台のその端から端までの距離だから待てるんですよ。同じスピードで打たれても。
そうですね。うん確かに。だからそこはすごい大事です、あはい、だからまずじゃあ最初にちょっと話がね脱線したんですけど、まずだから使えるレベルとすれば長いサーブを対応する。でできればバックに長いサーブですね。そしたらああ、なるほどね。まあまずはバックに右でだったらこっち。そうですね。右の場合。右やったらクロスに長いサーブ。長いさ。右左やったらまあストレートに頑張る長いサーブ。うん。でそれがこっから出しづらいんであればこっからでもいいです。ああ、ここに立って真ん中とかフォア側に立って距離を長くして長いサーブ出してもいいです。っていうふうにまず相手にこっちで取らせるようにすれば、こっちでカーンは基本的にないからよっぽどそうですね。それは確かにそれをこうなんだろう合わせてくると思うし、それがちょっとまた回り込みとかされないとちょっとサイドの方にこうやって逃がしたりしてやったりとかすれば十分レシーブのところは強く防げるんで、まずはまあそのレベルって言っちゃ悪いですけど、まだ卓球始めたばっかりでもサーブ回転かける感覚が分かんない、つかめない人が使える戦術とすれば今伝えた戦術をした方がレシーブも待ちやすいし、で短いサーブ出した時にも今までみたいな厳しいレシーブが来づらくなる。長いサーブでみんなが意識し始めるだけでも全然変わるんじゃないですかね。そうですね。で意外とその戦術の質を上げたバージョンでは僕らでもやるから、チキータをされないように長いサーブ対応して、確かにそうです。長いサーブ対応したらチキータが入れなくなるから、そしたらここに短いサーブ出してチキータしづらくなるから、そうなんですよ。っていうのは結構上に行ってもその戦い方ってやってるんで、ベースは一緒。ベースは一緒です。早くこれをやった方がいいねってことなんですね。できる限り気づくのみんななかなか気づかないですからね。まあ基本的には短いサーブ出して先に自分から攻めましょうっていう風なのが大原則なんですけど、ある程度やっぱ短いサーブでも短いレシーブをできるような相手と当たったら、さっき言ったように選択肢が増えちゃうんで、やったらもう長いサーブで選択肢を3つに絞った方が3球目も打ちやすいし、でそれでやっといて勝負どころで短いサーブを回転かかってなくてもいいから出せたら、相手も長いサーブで待ってたのが短いサーブ来るって言って6分の1にはなるけど、でも返ってくるレシーブの質は下がるから、なんとかできる、っていうふうに。そしたら長いサーブをじゃあどうやって質の高いのを出すかっていうのは大事なんですけど、まずもうこういう構え方でもいいし何でもいいんで、大事なのはフォア打ちに近いようなそうですね。でロングサーブ出すときに僕が一番大事にしてるのって距離を遠く飛ばさなきゃいけないと思って前に振っちゃう人が多いんですよ。それ多いですね。多いかも。ってなったらオーバーミスとかやっぱこう前にこうやって振っちゃったらスピード出しづらいんですよね。だからもう僕がもうこれ絶対にお話ししたいのは、もう前に振らなくていいんですよ。ここのエンドラインってフォア、白いラインがあるじゃないですか。ありますね。これのサイドラインかな。これエンドラインかな。白いやつありますね。のところに打球点できるだけ低くして、もうここにぶつけに行くだけでいいです。それだけでいいんですか？もうここにぶつけたら、あとはここで一緒、もう前見んでいい。ここにだけ意識をってしたら、ここにだけ意識をってしたら、この当てたもう力で勝手に長くいきます。大事なことだ。やばい。もうこれでいい、もうこれでいい。そう、逆にこっち取り慣れてないからびっくりしましたね。パーってして、これでいい。それをこうやって出そうとするからこんなミスしちゃう。こうやってやっちゃいます。無駄に力が前にいっちゃうんで、しかもここにぶつけた。うわ、もうこれだけ。うわ、それだけでそんなにスピード出せる、スピード出ちゃうんです。だからもうこうじゃなくてこうでいい。これでいい。ぶっつけサーブみたいに言われるんだったらもうちょいちゃんとボールトス上げて当ててるもうここだけを揉みといてパンとこれだけで十分ロングサーブ出せるんで、確かにそれなんとか返しても次だってもう打ちやすい。パーってしてパーってして出すだけで、もうこれだけでいい。でここだけ狙うだけでいい。でもこれって結構このサーブも他のロングサーブも結構全部一緒だって。中級者上級者とかでもポイントですよね。本当はこう出すんであろうが、こう出すんであろうが、こう出すんであろうが、Y1 のこう出すんであろうが、原理は低い打点でできるだけ自分に近いところに第一バウンドを落としたら、あとはで打球点が低いからこそそのまま低く飛んでいくんです。
はい、だからまずはそれだけを練習の時に意識してやってもらうだけでも、こうでも、もうこういう打ち方でも、回転のサーブもうタッサも低いところで前に行くんじゃなくて、もう下に落としてもいいから、こうやってそしてそのままスッて滑っていくだけでも十分だと思います。最初それだけで相手がってびっくりする。確かにめちゃくちゃ。だから後ろから前に振るんじゃなくて、落とすか、横に逃がすか何でもいいんで、あんまり前に飛ばすんじゃなくて、ここに打点低いところでぶつけたらそのまま長くなります。うわじゃなくて、落とすか、横に逃がすか何でもいいんで、あんまり前に飛ばすんじゃなくて、ここに打点低いところでぶつけたらそのまま長くなります。なんか弾いてる感じしないから、ちょっとびっくりしますね。でいいのかなっていう。あとはラリーするって感じですね。そうですね。でも長いサーブして長く帰ってくるんだったらラリーする。自分の形ができるってことできる。自分から先攻めれる可能性もある。で、頑張ってバックの方にはまずは。こうやってバックこう返す。バックでやってもいいですか。私は初級者。ってなった時にはもうもし左右でこっちからストレート出せない人やったら、もうこの状態で。内側手出してパンってやったら、それだけでいない方にポッといない方にパンっていってもおる方にパンって打ってもいいし、なるほど、どっちでも入れやすい。でもこうやってロングサーブした瞬間にもうこの3点で待つだけだから、短くレシーブは来ないから。そうですね、できない。だからその距離で待っとけばいいのかなっていう。だそれをできるだけでも全然変わってきますね。やっぱその考え方が多いんですよね。短いサーブ出さなきゃいけない。そうですね。そうで先に打たせちゃいけない。そうですね。いけなくないんですよ。まあそうなった時にはもちろん不利になるけど、アドバイスしてる方多いですね。そう、さっき攻めろ。さっき攻めろ。打たれる。そう、さっきもう打たれるな。さっき攻めろ。ね、もっとその相手がおらんとこ狙っていけとか、もっとコースきっちりとか、もっと質高いボールとか、できないんですよね。いや、わかるかも。だったら打たれるなじゃなくて打たせたらいいんですよ。もうそう正直な話ね。打ってこいってやったら待てるんですよ。でも打たれたと思ったら待てないんですよ。いやそれわかる。打たれたはなんかこれは結構どのレベルも共通だと思う。そうですね。私もめっちゃそれ共感できるなと思って。だってもうある程度のレベルだったら僕だってもう打たれたら取れないですもん。打たれたっていう感じ。打たれたってなったら。打たせたら打たれる準備できるから。なんとかなんですけど。ストップとか例えばでサーブ分からなくて入れに行って浮いた打たれるってなったらもう準備できないです。それはやっぱ上のレベルもそういうパターンになるともうやばい無理。だからそのパターンにならないようになんとかするっていうのが大事なんですけど、そのパターンになるぐらいだったら全部打たせるっていう。打たせるって意識いいですね。だってもうサーブやみんな分からなかったらみんなこうやってバーってつつきますから。そうですね。で打ってこいって打たせて次ブロックなり。そうなんですよ。カウンター。手堅いんですよね。多分そっちの方。上の方が。だから上の方でもそうやってるから、全然別にレベルが関係なく、全然その卓球始めたばっかりでも、そういうのを覚えておくだけでも、自分より上の選手に勝てたりとか、今まで勝てたりとか。そうですよね。格上にチャンスあるっていうことですよね。チャンスあるですね。だって格上になればなるほどそういう固定観念が強い選手は結構多いんで、実は。短いサーブが多いとか。そうですね。きっちりサーブきたい。きっちりしたのに強い。きっちりしたものに対して強いけど。なんか変に中途半端なナックルサーブとか、なんか変にタイミング取れへんロングサーブが来た方が、こっちからしたらリズムが崩れる。レシーブの質は意外と低くなってくれる。なんか向こうめっちゃドライブって言ってるから、ああと思って止めた瞬間に全然かかってないとか、意外と取りづらかったりするんで、そういう人たちは。だからまあそうですね、話脱線しちゃったけど、まずは明日から使えるそのサーブの、サーブ切れないけど、自分がサーブ持った時に有利に戦える方法とすればロングサーブを多用する。でまずはロングサーブを多用するんだけど、相手に強打されないようなまずはロングサーブを練習して、ある程度出せるんだったらもう相手のバックにまずは固めるの方が強打されにくいから。いい情報だな。でそのまま次狙えるし、質がある程度高いロングサーブだったらほぼクロスにしか返ってこないんで。そうですよね。ロングサーブ質高めたらクロスに待っててもいいのかなと思うので、可能性も上がりますよね。そうですね。そこでバックで強打するってなかなか難しいんで。そうですよね。で回り込まれたらサイドにちょっと切ったサーブとか出したりとか。そうならまたちょっと嫌になってくると思う。このサーブでいいん実は。ちょっとそれ質高めにやってもらっていいですか。それ質高めにクロスいくの。やばい。もうクロスにいっちゃいます。出そうと思えば。もうクロスにいっちゃうわよ。ここまで出せるかわかんないですけど、もう本当に。それは上から手をかけてる感じですか。上からこうぶつけにいってるだけです。別に
こうでもいいけど、弾き気味にそう弾き気味ででもいいやってもいいけど、それは回転はも何でもいい、う何でもいい、出しやすいのであれば出しやすいのでいい。大事なのって回転よりも深くて低くて速かったら何でもいいんですよ。それでかいです。そういやだってなんかフォア打ちみたいな球数のナックルっぽいので深いのが一番私は取りづらいです。逆に上よりも変に回転かかってるのがあったら入る。でもなんかもうこういうボールとかの方が実は嫌なんですよ。こういうボールの方が嫌なんですよ。それのがつっついたら浮くし、そう合わせたら落ちるしみたいな。回転ってあんま関係なくても、深くて低くて怖くて速かったら、そうですね。もういいのかなって僕は思ってるんで。じゃあそれでもやっぱ出すハードルがめっちゃ下がるっていうか。下がる。みんな出せます。回転かけなくていい。でそっから次レベル上げるときに回転をかけれるように練習をすればいいから。まず今のところでは今の現状でできるんだったらもうここにぶつけに行って何でもいいから数出せば十分。だって短いサーブの切る感覚がまだ分かんないのに長いサーブで切る方が難しいから。短く切るって難しいですからね。短く切るの難しいですよ。そうなんですよ。切れないですからね。特に下回転っていうのは。そうです。下回転だけはやっぱ自分で切らなきゃいけないんで、横回転とか上回転って正直下こすらなかったらこれで横回転になるんで。まあそうですよね。はい、確かに。それで横回転、これで上回転横回転。進んだっても横に横になるんで、下回転切るのが難しいんで。だったら別にこのフラットな状態でもこうでも長く出しとけば超いい話ですね。そんなフォアで待てるから。合法だ。まずはやるんだったらそれ。もし今のでバックサーブでも同じような一緒出たりとか。バックサーブもこう前に振るんじゃなくてこう下にこうパンって振った方がバックサーブ結構そうしてもう打点低いところで十分ですね。十分。そういうもう下にこれで十分。もうそれだけ。もう下にこれで十分。もうそれだけで十分。バックサーブだとこっち来るから。こっち行っちゃいますね。なるほど。もうどっちでもやりやすい。どっちでもやりやすい。まあ理想とすればこのサーブ切れるように練習してくださいっていうのはあるんですけど。まあそうですね。ただでも本当短期的に今週の試合勝ちたいとか。ちょっと自分のサーブ持ってる中で勝つためにやったらこういう戦い方やっても別にルール違反じゃないから。短いサーブ絶対出さなきゃいけないルールないから。全部長いサーブでもいいんじゃない。こういうのって試合の例えば対決してて普通にちょっと強めの人と試合してて普通にこう下回転とか出して全部効かなくてっていうか返されちゃってで0-1とか0-2にカウントがなっちゃって時とかにも使えます。使えますね。やし僕はもう0-1の時点で変えた方がいいから。だからもう0-2じゃちょっと遅いから。向こうが余裕持っちゃうから。なるほど、そうですね。余裕持たれるのは確かにあんま良くないですね。このサーブに関しては確かに。このサーブに関しては良くはないんですけど。確かに。そうですね。はったりみたいな入っちゃう。そうなんですよ。たまにありますから。そうなんですよ。なので、そっか。じゃあ試合中もじゃあこういうふうにもう普通の短いのが効かないなってなった時の一つの選択肢として、例えばだからそれでも長いサーブが自信ないって短いサーブは出せますっていうんやったら、例えば構える立ち位置を変えたりとか、例えば同じこういう切り方でももう負けそうになるんやったら、こう構えてこう出すんと、こう構えてからこう出すんだけども相手がこう構えた瞬間に違うサーブ来るんじゃないかなと思うから。でこの状態からこうやって出せばまた相手の見え方も変わるから、そうですね。出せる範囲のところで例えばどうやってタイミングずらそうとか、新しい回転来たわってなんかそうなんですか、例えばトスをちょっと高く上げて出したりとか、なんかリズムを変えたりとか構える位置変えたりして、そしたらここを構えるだけでこっちのストレートに出した時の距離が短くなるから相手もタイミングが取るのが変わってくるんですよね。じゃあそういうの中には一つその中にロングサーブ。そうですね。もうあくまでロングサーブの方はもう短いサーブが出せない人っていうかあんま切れない人はまずはそれ。で切れる人やったらそのロングサーブの選択肢もあるし、構える位置とかトスの高さ、リズム変えたり構え方変えたりっていうのも一つやり方としてあるし、やっぱできる内容が増えれば増えるほどやり方はいろいろ変わってくるんですけど、今はもう本当に短いサーブはとりあえず入れるだけしか出せない人用の方法としてロングサーブだったので、レベルが上がるごとにやれることは変わってきます。そうですね、確かにそうです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ためになりました。ありがとうございました。
動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。